皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございますなのぽん。2023年はずきちゃん2024年よ。間違えたのぽん。2024年も私たちをよろしくお願いします。なのぽん。始まるよ。こんにちは。公認クリエイターのはずきです。新年もぴょんぴょんしています。ぽんです。さて今回のお話はヘッドライン内でお話しされていた1月のアップデート内容についてのお話になります。以前投稿したアップデート内容の動画では11月12月と続いて非常に長くなってしまいましたので、今回から方針を変え火力に関わるものを中心にピックアップしてお話ししていければと思います。あの方針のままだと私がやる気元気はずきではなくなってしまいかねないので、細部まで気になった方はぜひヘッドラインを確認していただければと思います。ちょっとだけ無理してたのぽんね。さて1月のアップデートですが、一言で言うととんでもないアップデートが控えていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではお話を始めていきましょう。よろしくお願いします。それでは1月のアップデート内容をお話ししていきましょう。とっても気になるのぽん。1月1日アップデート、超創生祭が引き続き開催されています。 SG スクラッチを毎日10回無料で引くことができます。また超創生ギフト第2弾としてマスターキューブももらえますので、毎日欠かさずログインはしておきたいところです。そしてこの1日10回無料 SG スクラッチですが、とっても重要な使い方がありますので、後でお話できればなと思います。それは気になるのぽん。1月1日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定イベントの交換品と、ヘッドライン中にもお話しされていた通り、各スクラッチの回数ボーナスです。こちらは実際にどのように実装されたのか、実際の画面を見てみましょう。期間限定イベントの交換品はこちらです。今まで開催されていたイベントの交換品が再度交換可能になったくらいで、大きな変更はありません。ハルフィニリアとの交換もないみたいですね。ただマスターキューブともう一度交換することが可能なので、忘れずに交換しておきましょう。ぽんもマスターキューブは全回欲しいのぽん。続けて各スクラッチの回数ボーナスなんですが、ちょっとこれ見てほしいんですけど、これちょっとやばいよね。これのどこがやばいのぽん。回数ボーナスの目玉アイテムが軒並み80回くらいなのよ。これはプリセット能力強化成功大要塞レベル4を全部もらったらおいくらなのぽん。80回と80回と85回だから、12連が6回と単発8回で1種類分が2つで、12連が7回と単発1回で1種類だから、合計で 45,200AC になります。うわぁ、とんでもなく高いのぽん。そうだね。全部80回以上引くってなるととっても高いお買い物になっちゃうね。だから私の個人的な意見としては、今回は引けても1種類だけ 14,800AC くらいかな。ちょっとこれはね、さすがに高いよね。でもこのアイテムってそんなに高くても欲しいアイテムってことっぽいよね。そうだね。プリセットを素材なしで1段階レベルを上げることができるからね。塔を打っても欲しいのは欲しいアイテムではあるんだけど、私は今すぐに欲しいかと聞かれるとまだいいかなって思っちゃうかな。今後のために一つだけ確保するとか、そんな感じでいいと思うよ。なるほどぽん。無理に引きに行かなくても大丈夫なのぽんね。だね。今後は回数ボーナスにも注目してから慎重にスクラッチを回していこうね。了解しましたなのぽん。1月10日アップデート。1月10日から月末まで最後の超創生祭が開催されます。予告された緊急クエストではレアドロップ倍率とプリセット能力付与倍率にブーストがかかります。またこの期間はものすごく武器や防具を強化しやすい時期になりますので、強化したいものがあればこの期間内で強化して今のうちに最前線まで追いついておくといいですね。ぽんはこの機会にマルチウェポンとか触ってみたいのぽん。1月10日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定イベントの交換品、期間限定クエストの報酬、 SG スクラッチの支援アイテムセレクトです。
まだまだイベントが続くのぽんね。先ほどと同じになってしまいますが、やっぱり交換品で何が入手できるのかが重要かと思いますので、しっかりと確認していきましょう。春フィニリアを交換品で入手したいのぽん。ここで先ほどお話しかけていた1日10回 SG スクラッチを無料で引けるお話になるんですが、これとっても重要な使い方が2つあります。とっても重要なのぽん。早く教えてほしいのぽん。SG を毎日無料で10回引いてるとダブったり余ったりするアイテムが出てくると思うんだけど、これをリサイクルバッジに交換するとね、5個でシーズンポイントプラス 100% のアイテムと交換できたり、40個で月1個までだけど特殊能力追加アイテム保護のアイテムが誰でも入手できちゃうの。すんごいお得なのぽん。実質ただのぽんだね。シーズンポイントプラス 100% のアイテムを使って丸グルをすれば一気にポイントを集められるし、ついでにトライブーストや獲得メセタアップのアイテムを使えばメセタも稼げちゃう。さらに手に入れたポイントでアルファリアクターと交換して売っちゃえばお得だらけなのぽんだね。シーズンポイント 100% のアイテムをきっかけにかなり効率よく丸グルで稼ぐことができちゃうよね。ポンも今度試してみるのぽん。また今後必ず必要になってくる重要アイテム、特殊能力のアイテム保護剤が誰でも入手できるチャンスですので、ぜひ交換しておくことをおすすめします。この特殊能力のアイテム保護剤の重要性は私の過去の動画を見ていただければわかると思いますので、気になる方はぜひ見ていただければと思います。ポンは大失敗した時のことを。それは言っちゃダメ。お話を戻しまして、今年もどうぞよろしくお願い。戻りすぎね。気になるものは期間限定クエストの報酬と SG スクラッチです。直近の期間限定クエストは難しく、報酬もあまり美味しくはなかった方ではありましたが、この大きい家出さんは何をくれるんでしょうか。報酬に注目していきましょう。ポンは春フィニリア一式の素材とかエイジスソウルが欲しかったりするのぽんけど。それは出ないよね。SG スクラッチ支援アイテムセレクトがまた来ます。言い方がだって私たち前回引いてから使ってないから必要な個数持ってるんだもん。それに回数ボーナスで超重要アイテムプリセット能力強化成功率プラス 100%、 プリセット能力強化台溶剤が入手できるとはいえね、1月1日に追加された各スクラッチの回数ボーナスを考えるとちょっと怖いなって思っちゃうかな。また80回なのって思っちゃうのぽん。ただ超重要なアップデートが後で控えているので、持っていない方は引いておいた方が良さそうです。超重要なアップデートぽん。これは最後にお話しすることになるかな。とっても気になるのぽん。1月17日アップデート。1月17日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものはありません。1月24日アップデート。1月24日のアップデート内容は以上の通りです。気になるものは期間限定クエストのネクスベラ討伐戦 V2 です。やっぱりここでも報酬は何がもらえるのかなっていうのが気になっちゃうよね。ネクスベラ V2 だからエイジスソウルとか出てくれるとすっごい助かるんだけどね。ないかな。はい、ということで以上が1月のアップデート内容のお話になります。あれ、さっき超重要なアップデートがあるって言ってなかったぽん。ね、そのお話なんだけどちょっと聞いてほしいことがあってね。どうしたのぽん。ヘッドライン内で2024年前半のロードマップが公開されたから、どこに新武器とか新防具実装されるかなって考えてたんだけど、そんな時に運営さんからのお知らせが配信されてね、こんなことが書かれてたの。1月下旬の更新で新たな武器と新レアリティ防具が配信されるのぽん。そう、1月の下旬って言ったらクバリスリージョンにハイランクが追加されるのぽん。だね。もちろんそれも重要なんだけど、クバリスリージョンのハイランクに実装されるんじゃないのぽん。ね、私はこっちの方がメインかなって思っちゃうかな。クラスレベル85解放の方が重要なのぽん。どういうことなのぽん。教えてぽん。わかった。順にどんな感じで考えてみたかお話ししていこうね。まず運営さんからのお知らせにはこう書いてあったのね。それはわかるのぽん。1月下旬の更新にて新たな武器と新レアリティ防具が配信されるのぽんね。そうなんだけど、このお知らせってどこにどのように配信されるのか書かれていないじゃない。言われてみれば
そうなのポン。だからまず1月下旬って何が配信されるのかなって見たんだけど、それが配り3以上にハイランクが実装されることっぽいよね。そうだね。だから新武器新レアリティ防具がどこにどのように実装されるのかの可能性その1は、クバリスのハイランク戦闘セクションのエネミーもしくはボスエネミーからのドロップ、または何らかの新しい石での交換が考えられるかなって思ったのね。丸ぐるしてると自然と手に入る感じなのポンね。そうだったら嬉しいのポン。だね。多分みんなこう受け取ったかなって思うかな。次、クバリスといえば葉月ちゃんは何か思いつくことあるかな。エンシェントエネミーをたくさん倒してカイゼラム武器を頑張って作ったのポン。そうだね。私もワンランク強いエンシェントエネミーのことは少し考えてみたんだけど、エンシェントエネミーを強くしての実装はちょっと難しいかなって考えたのね。なんでなのポン。エンシェントエネミーがいるレイヨル度胸凍って探索セクションなのね。だからランクを分けてノス見分けっていうのができないの。言われてみればそうかもなのポン。だから強くしたエンシェントエネミーの実装ってことは、既存のレベル64のエンシェントエネミーの廃止、もしくはハルバルディベラみたいな別の場所に出てくることになるのかなって思うかな。なるほどポンね。ただ可能性はゼロではないと思うので、新武器と新レアリティ防具がどこにどのように実装されるのかの可能性その2、強化されたエンシェントエネミーからのドロップ、またはドロップした石などで交換っていうことが考えられるかなって思ったのね。なるほどポンね。新しい難しいコンテンツにもなるしなくはない、そんな感じなのポン。で、そこまで考えてもなんかしっくりこないなって考えてたら、ロードマップの下の方に書いてあるじゃない。レベル85開放ポンね。そう、これ見てピーンってきたんだけど、レベル85開放ってことは今まで通りだったら絶望エネミーのレベルも上がるでしょ。レベル80開放の時にリテムの絶望エネミーも強くなったじゃない。だから私の個人的な意見としては、このレベルの上がった絶望エネミーから新武器新レアリティ防具が落ちてくれるのかなって思ってるの。だとしたら言いたいことはあれだよね。落ちてくれるのかなってことよね。そうなのポン。こういうドロップ系って結構落ちてくれないイメージが強いのポン。そうよね。だからダークホースプリセット付きはドロップを狙うとして交換品もあったらいいなって考えてるの。例えば何らかの石、ギガストラグメントで交換が可能なんじゃないかなって。そうだったらとっても嬉しいのポン。だね。だから新武器新レアリティ防具のどこにどのように実装されるのかの可能性その3、レベルが上がった絶望エネミーからのドロップ、またはドロップした石などでの交換が考えられるかなって思うかな。なるほどポンね。もしそれが実装されれば面白くはなってきそうなのポン。あくまで仮のお話なんだけどね、試しに考えてみたら面白くなってきちゃったね。ということで皆さんも新武器や新防具がどこにどのように実装されるのかぜひ考えてみていただければと思います。はい、ということで1月のアップデート内容を受け、最後におすすめの行動を一言でまとめると、新しい武器や新しい防具が実装されることがもうすぐそこまで迫ってきていますので、各武器や防具強化の準備を進めていきましょうになります。まだまだラッピーの集会場は続いていますので、ハルフィニリアやルクスハルフィニリアをご自分が使いたい分作ってしまって、新武器や新レアリティ防具の強化に備えていきましょう。ただ一つ注意があります。現状の私のサーバーでのお話にはなってしまいますが、ハルフィニリアやルクスハルフィニリアを作成するためのエイジスソウル4が高く、全て購入してハルフィニリアやルクスハルフィニリアを作って売っても全然儲かりません。なので金策目的でのハルフィニリアやルクスハルフィニリアの作成を今行ってしまうと、逆に儲からない可能性も出てきてしまいますので注意していきましょう。そんなのポン。金策として作成したいときはぜひ一度儲かるかどうか計算してから作成することをおすすめします。あれ、はずきちゃんどうしたの？だからメセタがもりもり減っていった。手遅れだったはい、ということで今回の1月のアップデート内容についてのお話はいかがだったでしょうか。1月はクバリスのハイランクの戦闘セクションやレベルが上がった絶望エネミーを倒していくための準備の期間ということが言えそうなので、ご自分の装備ややり残したことがないかぜひ一度確認していただければと思います。ポンは
しれっと追加されたパープルの新ランクに挑戦してるのポンけど、全クリアできないのポン。称号でもらえるマスターキューブが遠いのポン。あれね、私は次の装備構成までを見た新しいレベルのコンテンツかなって感じたかな。今はまだ無理そうだけど、いずれは称号獲得まで頑張っていきたいね。さらに強くなれるように頑張っていくのポン。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。2024年も引き続き動画投稿並びにチャンネルの運営を続けていきますので、応援してくださるやる気元気はずきな方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは次回はやり残してしまった火力検証を随時進めていこうと思いますので、また次回の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。